まりましたマットキットトーク。この番組は僕たちマットキットについてより深く皆さんに知ってもらうためのトーク番組です。毎回いろんな切り口でトークしていくので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方よろしくお願いします。じゃあ改めてですが、一人ずつ自己紹介お願いします。はい、しんです。お願いします。りんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ゆうたです。こんばんは。ゆうきです。こんばんは。はい、こんばんは。はい、かずきです。よろしくお願いします。ということで、ちょっと久々のマットキットトークでございます。久しぶりだね。確かに。前回は多分ラッコタワーさんだったかな。っていうことはワンマン前だね。そう、だからだいぶ久々なんですけど、しかもこのワンマンで思い出しましたけど、実は今この撮影してるのがワンマンのツアー前ですね。ツアー前はい。ツアー前でございます。本当に2日後に迫った中、撮影してるんですけど、どうでしょうか。準備は終わ万端でしょうか。万端です。ああ、2日前だもんね。万端です。2日前でできてない曲なんてないよね、さすがに。さすがにないですよね。まあ、今日はですね、11月3日リリースの、僕たちのデジタルシングル「リンケージ」について、お話ししていきたいなと思います。この曲は夏くらいか。確か取り掛かったの、制作取り掛かったのは夏くらいだったかな。そうだね。そうだよね。夏ぐらい。夏ぐらいに取り掛かって、なんか最初さ、それこそリンケージトラック聞いた時さ、トラック決めた時さ、夏っぽかったじゃん。あったね。で夏かでも出すのがそう秋だったかだから夏かをどうにか消そうって話ちょっとしたのを確か覚えてる。そうだ。まあ改めてですけど、どんな曲になりましたでしょうか、リンケージは。まあでも名古屋大阪のツアー来てくれた方はもうね聞いてるからね。聞いていただいてるんですけど。逆に和樹はどんなイメージだった？いや、俺はもうめちゃめちゃ爽やか。カップリングでさ、まあそれこそスタックオンユーとかさ、パズルとかさ、カップリングでの爽やかな曲あったけどさ、この配信の、まあ、いわゆる表題曲メインねをこんな爽やかな曲をやるのはマットキット初めてじゃないですか。でも当初の爽やかさって確かにスタックオンユーとかパズルとかよりだったけど、このアレンジをりんちゃんが、こういうのがいいんじゃないですかっていう提案してくれた時から今の形にガラッと雰囲気が変わったというか、ロックテイストがより出るというか、あれがなかったらまた別曲になってたかなって。確かにラップとかも変わってたと思うし、改めてですけど、テーマ、リンケージのテーマはどんな感じで。じゃありんちゃんテーマの方。お前がりんちゃんって言う。確かになんでりんちゃん、火はありますか？火は最近その役割分担パート別にね書いてるんですけど、知能の差が激しいんですよ。いや、俺はまずあえて書いたんだよ。 IQ が急に下がるっていうね。A メロだよね。いいのがね、A メロその後ね、りんちゃんのラップが来るんだけど、そこの感じとの差は確かにすごい。打ち合わせなしで書いてるからね。標識のない世界観、世界観っていうものがあるじゃん。世界観がさっきは寝落ちないコールのまあでも人違う感じだよね。でも逆にそれが逆に良かったのかな。俺気に入ってるけどね、歌詞自分で。俺も別に嫌いだね。逆に俺が申し訳なかった。多分俺のあれを引っ張って。違うこれあれよ。それはない。そういうのじゃないから。俺がゆうたが加味して俺が書いたじゃん。出したじゃん。あれをうまく受け取ってくれてやってくれたんだなっていうのは俺分かった。まあ真のあれはちょっと残そうと思ったけど、でしょ？完全にはやっぱ残せなかったから。まず A メロね、しんちゃんがサビの歌詞をまず作ったんですよ。でサビの歌詞を作って、でラッパー陣はそもそも自分たちで歌詞を書くから、そこはお任せというか、でA、B の歌詞考えようってなった時にゆうたがしんちゃん A メロの歌詞考えてっつって分かったいいよって言って、で期間もあれだったからすぐ期間も消化期間みたいな、もう期間の肺とか少しでも案を出したいと思ってそれをねそう出してくれた出してゆうたがうまくっていうかまとめてくれた。うまくっていうかいやだって結構もう書き上げなきゃやばいって時まで何にも完成してなくて、
どうしようこれってなって A メロが一番できてなかったね確か歌メロが歌メロほとんど最後だった。サビとかさリンペイとユキも手伝ってくれて、みんなでバーってみんなで書いたけど、その後なんか謎の空白期間が空いたじゃん2週間ぐらい。俺ら忙しくてさコロナもあって、そこで一回制作が止まってなんとか形にしたんだ。じゃあ小月さんはどこの部分を担当したんですか？俺あれですね、サビダッシュのサビダッシュつないだこの手離さずに今回のリンケージにねつなぐリンクする歌詞を考えようかなと思ってつないだこの手離さずにという歌詞を考えさせていただきました。ありがとうございます。なんかレコーディングで今回レコーディングどうでした？そもそもですねゆうたの借りたのデータがなくてで送ったんですけど、なんか知らないけど、大抵数メガとかなんですよ。容量がね。何ギガだった？まずギガなんだよね。そうメガの次にギガだったね。で俺朝一で行くスケジュール朝一で行くんですけど、こいつのデータ読み込み待ちで30分ぐらい。俺はなんか普通にそのプリプロしたデータを送るじゃないですか、エンジニアさんに。でもういつ送ったの？前日かな？前日の夜か当日の朝に。当日の朝。確か当日の前日の夜かなに送って、よしもうこれで完璧だと、もう完璧に仕事しましたと、もうあとはもう時間通り取るっつって。そしたらなんかリンペイ押してんのいつもより。珍しいな。なんかリンペイ押すことないのに。そうだね、いつもレコーディングね30分とかで。なんだお前珍しいじゃんみたいなこと言ったらお前のせいだよ。珍しい。データムカつくの珍しい。俺のせいデータの読み込みすっかり自分は関係ないんだよみたいな。で取り終えたなんていうのすがすがさんのまんま言ったから。そうこっちはもう納品しました。僕なりの納品しましたっつって2ギガでね。多分通常だったらユータのデータ読み込んでる時間内で終わってんだよ。リンのレコーディング終わっちゃってんだよ。そう。俺のせい。でも本当行ってちょっと最初取ってあとずっとダメっすね。なんでそんなでかくなる？結局いや多分ねその1トラが5分ぐらい書き出しの範囲を長くしちゃったんだよね。書き出し範囲を設定しなきゃいけないんだけど、設定しなくても本来普通になるんだけど、多分何かの表紙でそれがもうなんか何百小節とかになって、それが何トラックもあるから2ギガという数字を生んだ。2ギガそれでレコーディング中ずっと2ギガの男って2ギガの男ってずっといじられてた。どうしんちゃん歌の方は今回なんか苦戦したこととか？苦戦したところはやっぱりサビ頭ラスサビ頭を担当させていただいてやっぱあそこってすごくインパクトが大事だったから結構難しくて、そこは結構一番苦戦したところかな。たまには苦戦してないですこの区間も。必ず苦戦してない。どっかしらね。リンはそうだリンのさラップ、やっぱこの爽やかな曲の中にさいきなしガツンとくるじゃん。歪んでる系のね。そうなんていうのラジオボイスじゃないけどさ、インパクトやっぱいいよね。とてもいいかなと思います。誰も別に和樹に向けてやってるわけじゃない。あれはもういつも通りのそのなんとなくのテンション。いやっていうか最初から編曲するときにこういう感じでいいですよねって言って、大体そういう曲ってねそういうアプローチがあるから、俺はかけてただけ。なるほどね。さすがですねやっぱり。かけるかかけないか。そう二択だ。かけるかかけないか。わざわざ言ってた。かけない方もあるから。究極にかける方。ゆうたは今回の歌はどうでしたか？どうでしたか？でもフェイクのラインとかちょっと遊んだから、ちょっと遊んでみながら遊んだ。そういうところとか聞いてもらえたらいいんじゃないかなと思いますけどね。ゆきさんは？ゆきも今回また高いとこ行ってたよね。歌詞間違いが毎度のことがあるんだけど、今回も面白かった。あったっけ？今回はドラム&ベースっていう音楽のジャンルがあるじゃないですか。ドラムってスペルなんですか？ドラム DRUM だよね。RA にしてた。今気づいた。DRA にドラムローマ字読みしちゃって。いやちょっと英会話の背が出てない。英会話関係ないんだよ。ビーザライトの時はピークだったからユキの5時は。それは英語じゃないから。代役はいないんだ。
いないんだね。いないだ急に加山雄三さんみたいなね感じになってでも歌い方でね、いないだって言ってんだよ、多分。なるほどね。それが出ちゃった。それがそのままいないだね反映されてたね。リンケージはどうでした？でもなんだろう、いつも通りか。歌詞のさ、そのこんな感じで書いたとか。でもなんかリズムに今回2番の頭はまたやってて、リズムなんかこうトントンしてた方がいいかなみたいな。あとは2サビ終わりのところはラップしようと思ってたけど、まあちょっとたまにはああいうのやってみようかなみたいな。なるほどなるほど。最近でもコーラシーな感じ結構気に入ってるよね。コーラスイコーラシー気に入ってますよね。高いとこ行くよねまた。行くよ。うん。本当に。ジャンプロジェクトさんぐらい高いとこ行ってるんだって。なんなら俺らのキーより高いとこ行ってるじゃん。自分だから分からないからボーカル陣より高いキーいってんじゃん。僕はですね、今回はですね、あれですよ。いやレコーディング行って撮る直前になったら言うたから、和樹歌われ変えるわって言われて。昔あったもんね。始まったよ練習してきたのに。そうなんだよ。俺はこの自分のさ、まあもちろん全部ね歌えるようにはしてますけど、その中でもやっぱさ、もともと決まってたところをさ、より重点的に練習するじゃないですか。来たよ、始まったよ。でしかも今回はさ、レコーディングまでの期間も短かったから、そうより練習がさ、あんましできなかったというか、だからまあ本当にもう自分のところだけもう集中してそうやってたから、うわ来てしまったって思って、でそれこそさっきしんちゃんが言ってたラサビのそうだよね。ところを歌って、で俺が2サビの後半歌ってるところをしんちゃんだったんだけど、そこ変えるわってなって。わーじゃないのよ。わーじゃない。よくわかんないよ。英語が連なってる。確かに英語ね、難解だからね、和樹にとっては。わーじゃないのよ。わーじゃないんですよ。3時間ぐらい寝たのに全然終わってなかったまあでもまあ曲調的にはね、本当に僕の歌いやすいというかさ、まあそれは本当良かったかな。歌いやすいというか、いい感じで声もね、あれして乗ってたしね。あったかなと思うんですけど、まあ今回その名古屋大阪見てくれてる方はもうパフォーマンスもね見てくれてると思うんですけど、まあダンスもね今回難しかったよね。難しかったね。ゆうたが振り付けしてね。あ、そうそう。今回初めてやらせて結構R&B の要素初めてじゃ腕ありすぎだろ。そうです。初めてでこれできたらすごいな。嘘です。今回初めてのね振り付けをねつけていただいて、やっぱ新鮮ですよね。新しい振り付け。めっちゃいいよね。今回の振りすげえ楽しいし。じゃあ最後しんちゃんからこのリンケージ皆さんダウンロードしていただけるように。大事だよ。これ大事よ。よっ。映ってるんですよね。正座ね。はい、ちゃんとしっかりね、そういうところはしていかないといけないので。普通ね。多分見えてない。正座してるの見えてない。大丈夫ですか？出張しますよ、出張。する。わざわざ。11月3日にリンケージというマットキットのデジタルシングルが発売されます。ぜひ皆さんダウンロードして、たくさんドライブだったり学校に行く途中、そして寝る前、シチュエーション3つだけ。ドライブか学校行く前か寝る前だけ。学校行く前、寝る前、あと電車の中、電車の中、あとまあ学校とか仕事をする最中にぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いいたします。ダウンロードしてね。悪いことしたね。謝罪みたいな。謝罪の動画。謝罪みたいな。ダウンロードお願いします。お願いします。じゃあ、最後にですね、ゆうたから大事な告知の方、はい。よろしくお願いします。もうすぐなんですけれどもですね、11月7日にリンケージのツアー東京公演が開催されます。お昼が3時半から15時半からでね、こちら無料のショートライブになっておりますのでですね、サクッと当日フラッと遊びに来てもらえたらなとサクッと思っております。お待ちしております。そしてその3時間後なんだ。18時半から3時間しかない。3時間しかないんですけど、こちらはですねチケットが絶賛発売中、もうあとちょっとでソールドアウトですね。できるのでですね、ぜひ皆さん最後にお願いします。お願いします。オンラインもあるんでね、はい海外の方とか遠方で来れない方もぜ
ぜひ見てもらえればなと思います。お願いします。ということで以上久々のマットキットトークでした。また次回の配信でお会いしましょう。バイバーイ。